世界の現代アート巡り。私たちは世界の現代アートを巡る旅をしています。今回は瀬戸内国際芸術祭春会期に行ってきます。おはようございます。瀬戸芸2日目です。今日も高松駅からスタートです。今日でフェリー乗り放題チケットが最終日となりました。目的地の直島行きも対象航路です。せっかくなら直島から宇野への航路も乗り放題ですし、直島からも結構近いので、今日は宇野にも行ってみようかなと思います。直島行きのフェリーは8時12分発です。瀬戸内国際芸術祭の顔ともいえる直島。平日でもめちゃくちゃ混むのに、今日は土曜日なのでめっちゃ混んでます。フェリーに乗船です。やはり室内の席は満席で座れず、デッキにやってきました。でも天気が良ければデッキの方が絶対おすすめです。瀬戸内海を一望できます。今日の天候は晴れ、気温も23度くらいで、日陰だとちょっと寒いかなって感じです。高松から約50分、直島宮浦港に到着です。早速、直島の赤かぼちゃが見えてきました。これからバスでベネッセアートサイトへ向かいますが、10分くらい待ちなので、港のアートを少しだけ見ていきます。このウェルカムボードも作品の一つで、直島の特徴を描いたイラストも描かれています。さっき、船から見えていた草間彌生さんの赤かぼちゃに向かっています。ここはとても人気なスポットなので、いつも混雑していて、写真を撮るのも大変なんですが、フェリー到着後は結構空いていました。この赤かぼちゃには中に入ることもできて、そこから見える風景もとても素敵なので、フィルムカメラで今日は撮ってみました。宮浦港からバスでベネッセハウス周辺エリアに向かいます。運賃は300円でした。交通系 IC は使えないみたいなので、現金かクレジットのタッチ決済での支払いとなります。着きました。バス停の向かい側にあるリー・ウーファン美術館を見に行きます。リー・ウーファン美術館は安藤忠雄さんの建築にリー・ウーファンさんの絵画や彫刻が展示されています。安藤忠雄さんの建築は打ちっぱなしのコンクリートや自然光が織りなす光と影の美しさが際立ちます。そんな建物の中に置かれた1970年代から現在に至るまでの数々の作品からは、自然との空間に穏やかさとダイナミズムを感じることができます。近くで見ると、この大きさと自然との融合に心を奪われてしまいます。美術館の反対側では、作品と瀬戸内海を見渡すことができます。この大きなアーチの真下に立つと、瀬戸内海をバックにかなり映える写真を撮ることができます。見てください、この透き通った瀬戸内海。今日みたいに天気のいい日は、高松の方まで綺麗な景色を見ることができます。浜辺を歩いていたら、崖に何やら白い四角いものを見つけました。これは何だろう。次は、リー・ウーファン美術館から約600メートル、ベネッセハウスミュージアムに向かいます。森を抜けて波の音に包まれながら歩くこの道も直島らしい時間です。この坂を登ったところに美術館があります。ベネッセハウスミュージアムに到着しました。自然、建築、アートの共生がコンセプトの美術館で、瀬戸内海を望む高台にあります。早速入場していきます。ここもパスポートを持っていれば無料で鑑賞することができます。美術館の設計は安藤忠雄さん。コンクリートの壁に差し込む自然光が時間とともに作品の表情を変えていくアートと空間を感じることができる美術館です。ベネッセハウスミュージアムには国内外のアーティストが風景と建築と共鳴しながら展示されています。また、アーティストたちがその場所のために制作したサイトスペシフィックワークも設置されています。今回特にお気に入りの作品はこれ。みんな素通りしてしまいそうなこの雑草のような作品。実は偽物で木でできています。外に出たら
リー・ウーファン美術館の海岸に1枚展示してあった作品が連なってました。あの写真は屋外の環境での経年劣化を観察しているらしいですよ。ベネッセハウスミュージアムを出て坂を下った先にも作品があるので歩いていきます。いやー、それにしても最高にいい天気。アートを巡りながら何度も瀬戸内海に見とれてしまいます。この建物は杉本博ギャラリー時の回廊です。見に行きたかったのですが予約制だったため今回は断念しました。ギャラリーの外にもいくつかカラフルで可愛い作品が並んでいました。このカラフルな作品の先に一番の目的があります。ありました。草間彌生さんの黄色いかぼちゃです。皆さんは覚えていますか？実はこの作品、2021年8月9日に台風9号の影響で海に流され破損してしまったんです。約1年間、直島から姿を消した黄色いかぼちゃでしたが、その後2022年の10月に復元され、再びここに戻ってきました。私は前回の芸術祭で見ることができなかったので、念願の作品を見れてとても嬉しかったです。本村地区に到着しました。本村地区には家プロジェクトという空き家になった古民家を改修し、アーティストが空間そのものを作品にするプロジェクトがあります。1998年からスタートし、7つの家が公開されています。鑑賞には基本的に予約は不要ですが、一部施設は予約が必要、または整理券が必要になります。家プロジェクトの作品は動画撮影がダメだったのでさらっと紹介します。かつて歯医者さんだった建物を大胆に変貌させた歯医者。大竹新郎さんによるコラージュ的空間は混沌の中に自由とエネルギーを感じさせてくれます。もう一つの作品は宮島達夫さんの作品角屋。建物の中に広がるのは水とカウントを刻む数字。時間の吸い方は人それぞれなんだと再認識させてくれる作品です。家プロジェクト2時間たっぷり楽しみました。予約の必要のなかった作品5つすべて巡りました。喉も渇いてきたので本村地区にあるコーヒー屋さんに向かっています。到着しました。本村にある水という作品のすぐ目の前にあるお菓子とコーヒーです。メニューはこんな感じです。コーヒーはエスプレッソマシンを使用したエスプレッソ系のドリンクでした。スコーンやバナナブレッドなど軽食も販売していました。コーヒーもどうやら自家焙煎みたいです。暑かったのでアイスアメリカーノを注文。しっかり深入りのコーヒーでめっちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。コーヒー片手に歩いていると何やら作品のようなものが見えてきました。ここは直島港ターミナルといって港の待合室みたいです。4メートルの球体が13個も積み上がったこの建物は半透明で中に入ると柔らかい光が差し込んでいました。夜はライトアップされるみたいなので夜の景色も気になりますね。ちょうどよくバスが来たので宮浦港に戻りたいと思います。運賃は300円でした。約10分ほどで宮浦港に到着しました。次は宮浦港から歩いて行ける作品を見に行きます。港すぐ近くの作品、直島パビリオンです。27の島からなる直島町の28番目の島がコンセプトのこの作品。三角形を約250枚組み合わせてこの形ができています。この一見不思議な形ですが、遠くの島や船が浮かんでいるように見える浮島現象から着想を得ているそうです。実際に中に入ってみると、地面から少し離れて浮いているような気持ちになれます。次の作品は宮浦港から少し民家の方へ進んだところにあります。到着しました。大竹新郎さんが手掛けた実際に入浴できる美術施設 I Love You です。ここの施設は別途入館料が必要です。今回は内装を見ることはできなかったですが、外壁を見るだけでも大竹新郎さんの世界観がたっぷり反映されてます。ここの施設には入浴グッズもたくさん売っていてとても可愛かったです。自分のお土産にフェイスタオルを購入しました。宮浦エリア最後の作品に向かっています。I Love You から歩いて5分くらいのところにあります。
到着しました。瀬戸内ギャラリーです。元パチンコ店を改修した交流型ギャラリーで、地域と来訪者をつなぐ機能を果たしています。ここでは下道元幸さんが地域の歴史、文化、風土をテーマに展示するプロジェクトです。展示ごとに異なるテーマが入り、島民や外部の協力者とともにリサーチ・表現を行います。宮浦港に戻ってきました。これからフェリーに乗って岡山県の宇野港へ向かいます。4時2分発のフェリーに乗船します。出港しました。直島から宇野港への最終便ではないので結構空いてます。ちなみに今回も乗り放題対象航路です。直島と宇野港は結構アクセス良くて、だいたい20分ぐらいで到着します。なのであっという間にもう宇野港が見えてきました。宇野港に到着しました。これから1時間くらいでアートを見ていきます。5時半の高速船に乗船できないと高松へ帰れません。急がないと。まずは宇野港から歩いて5分ほどのところにある駅の作品を見に行きます。歩いて約5分、一つ目の作品を見つけました。放置された自転車に鉄くずを溶接し、自転車をアート作品へと進化させたこの作品。なんと1日10台限定でレンタルすることができるみたいです。宇野駅自体もアート作品となっています。白い面に描かれた黒のラインはどこか錯覚のようなものを感じます。駅から歩いて5分、路地裏にも作品があります。今期からの新作、マフマ・ドマフさんの作品、塩返しです。かつて銭湯だった場所を生かしたサウンドインスタレーション作品になっています。中に入ると銭湯の面影を感じる空間が広がっています。タイル張りの浴室内にミストが定期的に漂い、窓から光が差し込むことで幻想的な雰囲気を醸し出しています。過去と現在、個人と空間が交錯する空間で、訪れる人々に深い感動を与える作品です。港近くに戻ってきました。この作品も新作です。奥に作品が見えてきましたね。プ・ジヒョンさんの作品、ザ・ホームです。光や空間、時間の移動を通じて、ある場所から別の場所へ移ろうという感覚を表現しています。こちらの作品は夜になるとライトアップされるみたいなので、それもいつか見てみたいです。すごいかも。さらに海岸の方へ進んでいきます。次の作品も新作です。宇野港エリアで一番気になっていた作品です。金氏哲平さんの作品、宇野です。この作品は見てわかる通り、瀬戸内海という空間から様々なものが飛び出てくるような錯覚を起こさせる作品です。見る角度や距離によって全然違う印象を受ける面白い作品でした。なるほどね。宇野港エリア本日最後の作品は宇野のチヌです。この周辺で集められた廃材を活用した大型アートです。ゴミがアートとして活躍するのは何か複雑な気分になりました。小豆島経由で高松まで帰ります。宇野港から小豆島は高速船のみなので1260円でチケットを購入しました。小豆島から高松はこの3日間フェリー乗り放題チケットを使って乗船します。高速船で約1時間、小豆島殿小港に到着しました。高松行きのフェリーまでまだ少し時間があるので、港付近の作品を少しだけ見ていきたいと思います。港で一番に出迎えてくれる太陽の贈り物です。オリーブの王冠の形をしたこの作品、近くで見ると島の小学生約100人が寄せた海へのメッセージが刻まれています。メッセージを読んでいると高松行きのフェリーが到着していました。ここから約1時間かけて高松へ帰ります。到着しました。辺りはもう真っ暗です。直島と宇野港を探索できて今日も大満足です。明日に備えて今日はホテルでゆっくり休みます。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございます。次回の瀬戸内国際芸術祭は、春会期限定、廃校を活用した素敵な展示、青島と三味島に行ってきます。このチャンネルは世界の現代美術館の情報を配信しています。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。